東西中国革命の終焉と新たな始まり。東西国境内戦の終結。私たちは国境内戦がどのように終わりを迎え、中国革命がどのように完結したかを見ていきます。国境内戦の終結は、中華民国から中華人民共和国への政権の交代を意味しました。国境内戦は、国民党と共産党の間で激しい戦闘を引き起こしました。戦争の長期化により、最終的には共産党が軍事的にも政治的にも優位に立ち、その結果、国民党の敗北につながりました。1949年、共産党は南京を占領し、国民党は台湾へ撤退しました。この勝利により、共産党は中国大陸を統一し、新たな政府を樹立する基盤を固めました。国境内戦の終結は、中国における一つの時代の終わりを告げ、共産党による新しい章の始まりを象徴しています。中華人民共和国の成立宣言。1949年10月1日、毛沢東による中華人民共和国の成立宣言は、中国だけでなく、世界史における重要な転換点となりました。この宣言は、長期にわたる内戦の終結と、中国大陸での共産主義政権の樹立を、国際社会に公式に通告するものでした。これにより、中国は新たな政治体制に入りました。天安門広場で行われた宣言式典では、毛沢東が中華人民共和国中央人民政府主席として数百万人の人々の前で中華人民共和国の成立を宣言しました。中華人民共和国の成立宣言は中国の歴史だけでなく世界の政治構造にも大きな影響を与えた歴史的な瞬間でした。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。続けてご覧ください。国際社会への影響と反応。中華人民共和国の成立は国際社会に多大な影響を与え、様々な反応を引き起こしました。新政府の樹立は世界中の政治バランスに変化をもたらし、特に冷戦の文脈の中で東西陣営間の関係に新たな次元を加えました。アメリカをはじめとする西側諸国は当初中華人民共和国を承認しなかった。一方、ソビエト連邦を含む共産主義国は中華人民共和国を迅速に承認し、支援を表明しました。中華人民共和国の誕生は国際政治における新たな力学を生み出し、後の世界史における多くの出来事に影響を与え続けています。毛沢東と共産党の勝利。毛沢東の戦略とリーダーシップ。毛沢東の戦略とリーダーシップは中華人民共和国成立の鍵を握っていました。彼の革命的思想と行動は共産党を勝利に導きました。毛沢東は農村を基盤とするゲリラ戦術を採用し、国民党の都市中心の戦略に対抗しました。彼の指導のもと、共産党は農民の支持を集め、広範なネットワークを構築しました。毛沢東の戦略は調整中にも顕著でした。数千キロメートルに及ぶ過酷な行軍を通じて、共産党は結束を固め、その後の戦闘で国民党に勝利する基盤を築きました。毛沢東の戦略的洞察力とリーダーシップは中国革命を成功に導き、中華人民共和国の成立を実現させたのです。共産党の勝因と国民党の敗北。共産党の勝因は複数ありますが、国民党の敗北は主にその内部問題と戦略の失敗に起因しています。共産党は一貫して農民の支持を獲得し、効果的なゲリラ戦術を展開しました。これに対して、国民党は、腐敗とリーダーシップの欠如、効果的な戦略の不在に悩まされました。国民党の内部分裂と腐敗は、軍の士気を低下させ、多くの兵士や将校が共産党に寝返る原因となりました。さらに、国民党は農村地域での支持を失い、共産党に戦略的な優位性を与えました。共産党の勝利と国民党の敗北は戦略、組織力、そして民衆の支持の面での顕著な差によって決定されました。新政府の樹立と政策の展望。中華人民共和国の成立後、新政府は迅速に国内の統一と社会主義政策の実施に着手しました。共産党は社会主義の理念に基づいて国を再建し、経済と社会の急速な変革を目指しました。
新政府は土地改革や産業の国有化を含む一連の政策を推進しました。土地改革では土地を大地主から没収し農民に分配することで農村の支持基盤を固めました。また教育と医療の改善にも力を入れ国民の生活水準の向上を図りました。新政府の迅速な政策実施は中華人民共和国の基盤を強化し長期にわたる国家発展の道を築きました。中華人民共和国の内政と外交、社会主義政策の導入。中華人民共和国の成立後、政府は急速に社会主義政策を導入し、国内の経済と社会を変革しました。新政府は、社会主義モデルに基づいて国を統治することを目指し、生産手段の国有化、計画経済の実施、教育と医療の普及に重点を置きました。農地改革により土地は国有化され、農民に配分されました。産業面では、重工業とインフラ建設が優先され、多くの企業が国の管理下に置かれました。社会主義政策の導入は、中国の社会経済構造を根本的に変え、長期にわたる影響を与えました。冷戦下の国際関係と同盟。冷戦期間中、中華人民共和国は国際舞台で重要な役割を果たし、特定の国々と同盟を結びました。中国は西側諸国、特にアメリカと対立し、ソビエト連邦をはじめとする共産主義国との関係を深めました。これにより、国際的な政治的軍事的同盟が形成されました。1950年代、中国は朝鮮戦争に介入し、北朝鮮との同盟を強化しました。また、ソビエト連邦とは経済的及び軍事的支援を受けるための協定を結びました。中国の外交政策は冷戦のダイナミクスを形作る上で中心的な役割を果たし、国際関係の新たな局面を開きました。台湾問題と一国二制度の起源。中華人民共和国の成立は台湾問題の複雑化を引き起こし、後に一国二制度という独特な概念を生み出しました。国民党は中国大陸から台湾へ撤退し、中華民国を名乗り続けました。これに対し、中華人民共和国は一つの中国原則を主張し、台湾を自国の一部とみなしました。1970年代には一国二制度の概念が提案され、これは香港とマカオの返還において実際に適用されました。この方針は台湾に対する将来的な統一策としても見られています。台湾問題と一国二制度は中華人民共和国の外交政策の中核をなすものであり、中国と台湾の関係、さらには国際関係における重要な要素となっています。中国の変貌と長期的影響、経済改革への道。1978年以降の経済改革は中国を世界の主要経済大国の一つへと変貌させました。改革開放政策により中国は計画経済から市場経済への移行を始めました。これにより外国投資が促進され、民間企業が成長しました。鄧小平の下での一国二制度や特別経済区の設立は、経済の自由化と国際化を加速しました。結果として、中国の経済は急速に成長し、多くの外国企業が進出しました。経済改革は中国を根本的に変え、世界経済におけるその役割を再提示しました。中国の世界における役割の変化、経済改革と成長により、中国は国際社会において重要なプレイヤーへと変貌しました。中国の経済成長は国際貿易と投資の増加に寄与し、世界経済における中国の位置づけを高めました。また、政治的にも多国間での発言力を増しています。中国は国際連合や世界貿易機関 WTO などの国際組織で積極的な役割を果たし、新興国との関係強化にも注力しています。一帯一路イニシアティブは、その影響力を拡大するための戦略的な取り組みです。中国の変貌は、国際関係の新たなダイナミクスを生み出し、21世紀の地政学におけるその役割を形成しました。今日に続く影響と現代中国への結びつき、中華人民共和国の成立から現代に至るまでの変化は、今日の中国を形づり、世界に大きな影響を与え続けています。中国の歴史的な経験は、現代の政治、経済、文化に深く根ざしており、国内外の政策と方向性に影響を与えています。中国は過去の経験を生かし、
一国主義と経済発展を重視する政策を採用しています。これは国際舞台での積極的な立場と内政での安定追求に反映されています。1949年の中華人民共和国成立からの長い道のりは現代中国を形作る重要な要素であり、今日の世界地図にも深く影響を与えています。歴史的評価と現代の反響。中華人民共和国成立の歴史的意義。中華人民共和国の成立は20世紀の世界史において画期的な出来事であり、多くの歴史的、政治的、社会的変化の触媒でした。この出来事は中国だけでなく全世界に対して深い影響を及ぼしました。冷戦の文脈において国際政治の力学を根本から変え、東西のイデオロギー対立をより鮮明にしました。成立直後の中国は国際共産主義運動の重要な拠点となり、西側諸国、特にアメリカとの間で緊張関係を高めました。これは後の朝鮮戦争やベトナム戦争への介入といった具体的な軍事的行動につながりました。中華人民共和国の成立は世界史の流れを変える重大なマイルストーンであり、その歴史的意義は現代にも深く響き続けています。現代中国と1949年の遺産は現代中国の政治的、経済的アイデンティティに深く根ざしており、今日の中国の発展と方針に影響を与えています。中国共産党の統治、一党制の政治体系、社会主義市場経済の実践は1949年の出来事から直接的な影響を受けています。これらは中国が国際舞台で取る行動や方針の基礎を形成しています。経済改革、開放政策、そして最近の一帯一路イニシアティブは中華人民共和国成立の理念と目標を現代に適用させる試みです。これにより中国は世界の主要な経済力としての地位を確固たるものにしています。1949年の遺産は現代中国の基盤となっており、その政策、発展、国際関係において重要な役割を果たしています。世界史における1949年の位置づけ。1949年の中華人民共和国成立は20世紀後半の世界史における転換点として重要な位置を占めています。この年は冷戦の構造が確立され、国際関係に新たな次元が加わったことを象徴しています。東西のイデオロギー対立は世界中の政治的、軍事的、経済的な行動に影響を与えました。中華人民共和国の成立は非同盟運動や後の中国の経済改革開放、さらには21世紀の一帯一路イニシアティブに至るまで多くの国際的な出来事や動きに直接的な影響を与えてきました。1949年の中華人民共和国成立は世界史の中で特に重要な年であり、その後の多くの国際的な出来事や動向に影響を及ぼし続けています。